皆さんこんにちは、ケケです。今回はアメリカンバイクで知名度、人気ともに高い、ハーレー・ダビッドソンの作り方を紹介します。今作は、スススス様の作成したバイクに、強くインスピレーションを受けた作品で、配信時にアドバイスをいただきながら、自身なりの解釈を加えて作成したものになります。今回はワオーサの祠のミニシーソーを、起き上がりこぼしの代わりに使用し、バランスを取ることに成功しました。今回作成に使用するグリッチは、カリング式旧リンクと、祠オブジェクト強奪になります。今回はグリッチ解説は含めないので、もしわからない方は、過去にこちらの動画で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。それでは材料紹介に移ります。それでは材料紹介です。ゾナウギアの小さなタイヤが2つ。操縦桿が1つ。2馬車の車輪が2つ。ゾナニウムの体験に、白髪ライネルの人格をスクラビルドしたものが2本。ゾナニウムの体験に、ゾナニウムの剣をスクラビルドしたものが2本。ビッグブーメランに大砲をスクラビルドしたものが2本。ゾナニウムの盾に、ハイラル状のトロッコをスクラビルドしたものが1つ。このトロッコは地下の西坑道で手に入ります。青森ブリンの角が2つ。ダイヤモンドが2つ。ワオーサの祠のミニシーソーが1枚。恐竜の頭が2つ。ライトが1つ。以上になります。それでは早速、作っていきましょう。まずはタイヤをこのように接着します。後輪に当たる部分にシーソーを取り付けます。シーソーを杭に固定したら、小さなタイヤをカリングさせてシーソーを引き離します。この状態でブループリントに保存しましょう。できたら再現をします。次は操縦桿を斜めに接着します。こちらもカリングさせて、45度より小さい角度かつ、小さいタイヤに埋め込む形で配置します。この時は操作コマンドが出るギリギリの位置で調整します。最初は角度を変えてから、上下左右の位置を調整して埋め込むのが、確実でやりやすいと思います。苦手な場合は圧着などで代用しても OK です。こんな感じになれば OK ですね。実際に乗ってみて、しっかりと操作可能であれば問題ないです。もっとギリギリを攻めてもいいと思います。めり込めばめり込むほどいいです。ではトロッコ盾を後輪の上部に接着します。ライトを逆向きに接着し、サイドを挟み込むようにゾナニウムの剣付き体験を接着します。車輪の軸を体験の柄の部分に接着します。反対側も同様です。恐竜の頭を操縦桿の両サイドに接着します。大砲付きブーメランを前輪側に接着します。ラ
ライネルの歪めをメーターに見立てて接着します。モリブリンの角はハンドルに見立てます。向きや角度などはお好みで調整します。ダイヤモンドをロウリュの口先に接着します。人格付き体験を、前輪を隠すようにつけたら完成です。完成したものがこちら。白髪ライネルの人格は、よくハーレーに描かれている炎のペイントをイメージしています。大砲は排気口をイメージしていますが、本来なら片方にすべきところを、バランスの兼ね合いで左右ともにつけてみました。それでは実際に乗ってみましょう。氷流が吐く氷の息吹がまるで大砲から出ているように見えて、肺炎を演出できたのが個人的に好きなポイントです。氷流を隠すのにダイヤモンドを使ってみたのですが、有形素材の角よりもいい仕事をしてくれました。シャープで小さい形状なので、大砲の存在感を邪魔せずに装飾してくれる、ちょうどいいパーツでした。また冒頭でも述べましたが、起き上がりこぼしを採用しない代わりに、和大さのミニシーソーを地面下に配置しましたが、もっと重心を下げることでより安定すると思います。今の状態でも十分ですが、停車時にフラフラと揺れてしまったり、走行中の展開時に傾きが強くなる場面があるため、思いっきり下にミニシーソーをつけてもよかったかなと、ちょっとだけ思っています。作り直すほどの歪みでもないため、今回はこれで完成としましたが、新規で新たにバイクを作る際は、この点の反省を生かしてミニシーソーを、思いっきり旧リンクで引き離してみたいと思います。ミニシーソーは今回初めてビルドで取り入れてみましたが、すり抜け素材という特性ゆえの、重心を下に下げるという特殊な使い方ができて、とても面白い素材だと思うと同時に、起き上がりこぼしの代わりとして使用法を思いついた方の発想が、素晴らしいものだと改めて実感しました。いかがでしたでしょうか？今回はハーレー・ダビッドソンを模したバイクを作成してみました。和大さのミニシーソーという新たな素材の活用法や、透明化を使わないでビジュアルを表現する技術を、今回は新たに覚えることができたとても有意義な作品でした。直近の作品はどれも透明化を採用しており、再現にはグリッチの使用が前提となっていたため、ブループリントで一発再現ができるビルドは久々な気がします。そういった意味でも、グリッチにビジュアルを頼らない技法という点で、少し成長できた気がします。さて、今回はこの辺で締めようと思います。いつもコメントくださる方、とても励みになっています。チャンネル登録するかどうかはお任せするので、良ければもう一本他の動画も覗いてくれると嬉しいです。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。